皆さんこんにちは。Welcome back to Say Japanese Podcast. This is episode 11. 今回のエピソードは他人そして自分自身をジャッジするのをやめるといかに人生が楽になるかについてです。これは去年私がタイとベトナムに合わせて1ヶ月間旅行していた時に学んだことなんですけれども、そもそも旅行していると自分自身のことについて、多くのことを知れますよね。もちろん旅行の目的によっても違いますが、特に豪華なホテルでいつもとは違う贅沢を楽しむタイプの旅行ではなく、いろんな場所に行ってみて、その国の文化や人を知るっていうタイプの旅行では、例えば一人旅行をしてみたけれどやっぱり自分は、人と一緒にいた方が好きなんだっていうことに気づいたり、あとは有名な観光地よりもローカルな場所に行った方が自分は楽しめるんだとか、誰かと一緒に旅行するならこういう人とは楽しめてこういう人は疲れるんだっていうふうに自分がどんな人なのか、自分がどんな好み性格なのか新たに気づくことができると思います。私がタイとベトナムを旅行していた時はいろんな都市を回りつつも時々ホテルで仕事したり、リラックスする時間もかなりあったので、旅行中ずっと瞑想と日記を書くことを続けていて、かなり自分のことについて考える時間がたくさんありました。で、その旅行中に気づいたのがいかに自分が常に他人をジャッジしているか、ということでした。というのも先ほど言ったように私たちはいろんな都市を回っていたんですけれども、どの都市に行ってもなんとなく好きじゃなかった、どの場所もそこまで気に入らなかったんですね。例えばタイの中で夜のパーティーがすごく賑やかな、街に行った時はそこでお酒を飲んで、バカ騒ぎしている人たちを見て、なんかダサいなと思ってしまったり、人気な観光地に行ってみんなが同じような写真を撮っているのを見て微妙な気持ちになってしまったり、あとは完全に観光地化されて現地の人よりも白人の方が多いようなビーチの街を見てがっかりしたりしていました。もちろんこんなことを友達に言ったりはしませんが、日々自分の気持ちを観察していて気づいたのは、どこかの都市に行くたびに毎回この都市は〇〇だから、好きじゃないな、でも次の都市は、バツバツだから、きっと気に入るはず、きっと楽しいはずと言って、でも次の年に行くとまた何か気に入らないことを見つけて残念がって、でこれを数回続けた時にやっともしかしたら、どの年にも満足できないのは都市のせいではなく自分の考え方のせいではないのかということに気づきました。自分の行動とか思考を考え直してたどり着いた結論は、まず一つ目は何かに満足したり幸せな気持ちになるにはそのもの自体の完成度よりも自分がどれくらい感謝したり小さな幸せを喜べるかであるということで、これについては今度ポッドキャストの1エピソード丸ごと使ってお話ししたいんですけれど、もう一つ気づいたことは心の中であの人たちはこれをしているからつまらない人間なんだとか、あんなことをしている人たちはダサいとか、みんな同じ観光地に集まって結局みんな考えることは同じなんだっていうふうに他人をジャッジしたり批判していると、もし自分がその人たちと同じ状況になった時に今度は自分自身が全く楽しめなくなるということです。旅行中に起こりうる簡単な例を挙げると、例えば観光客が山ほどいるような観光地ばかりに行くような人は個性的じゃなくてつまらないというふうな先入観とか偏見を持っている人が、もし、たまたまそういう観光客だらけの場所に行ってしまった時に自分もそのつまらない人間の一員になってしまうので、どんなにその観光地自体が実際に素敵でも他人と自分をジャッジしているせいで、楽しみや幸せがぐっと減ってしまいます。つまりこれはこうであるべきとか
こういうことをする人はこういう人間であるっていうふうに決めつけることが増えれば増えるほど、自分が好きなように楽しめることはどんどん減っていってしまいます。さらに他人に対する推測っていうのは正直大半が外れていると思います。例えばずっと言ってるように、観光客だらけの場所に行って観光スポットの前で写真を撮ることばかりに時間を使う人を見て、つまんない人間だと思うかもしれないですけれども、実際には彼らにとっては写真を撮ること、観光地に行くことがものすごく幸せなことかもしれませんし、またはレストランで一緒に食事をしているのに全く話さずに携帯をそれぞれ使っているカップルを見て不幸せなのかなと思うかもしれませんが、彼らにとっては至福の時かもしれませんし、もしかしたら明日一緒に行きたい場所をそれぞれ探すのに時間を使っているだけかもしれません。なので、あの旅行中に普段自分がどれだけ周りの人のことばかりを気にしているか、そしてそのせいで、いかに幸せを感じられるチャンスを逃しているかっていうのに気づいて以来、意識を外ではなくなるべく自分の内に、向けるようにし始めました。どこかに行ったらその場所や人がクールかどうか、彼らが楽しんでいるかどうかではなく、自分がどう感じているか、自分がその場所を好きなのか好きじゃないのか、今見ている景色はどんな景色なのか、今食べているものはどんな味がするのかっていうことに意識を向けるようにしました。日常生活でもそういう意識を始めて一番変わったことは、とにかくどこにいても何をしていても気分が楽ということです。これはもちろん好きなことをしていて好きな場所にいたらもちろんそうですけれども、例えばあるクラブに行ってみてあまり楽しめなかった時、前ならなぜこの人たちはこんなパーティーで楽しめるのかとか、お酒を飲んで潰れるなんて恥ずかしくないのかとか、他人をジャッジしたり批判したりして楽しめない自分を惨めに感じていたかもしれませんが、今なら素直に自分はこういう場所は好きじゃないんだ、この場所には自分に合っていないんだというふうに認め、で楽しんでいそうな人たちに対してはこの人たちは楽しんでいるようでよかったっていうふうに素直に他人の幸せに対して自分も、喜べるようになって、もしその場が自分にとっては、楽しくないと感じた場合は素直に、迷いなく離れられるようになりました。そして自分が何を好きなのか、どんな場所が好きなのか、何をしたら幸せを感じるかを強く意識し始めると、日常生活の中で自分の好きなことをする時間がぐっと増えます。今までそんなに好きじゃないのに、ただ単にみんな行くからっていう理由でやっていたことがどんどん減って、自分が好きなことを優先するようになりました。これは他人の考え方に関しても同じことが言えると思います。例えば、政治的思考とか性的思考とか、どんなことに価値を置くかっていうのも、その人がそれを信じることで幸せであればそれが一番大切なことであって、こちらがジャッジしてあの人はこういうふうに考えるから変な人だとかつまらない人だとか不幸せに違いないっていうふうにジャッジしても、こちら側にとっては何も得になりません。なので他人がどんなことをしてどんな幸せを感じるかに関して干渉しないということはものすごく、大切だと思います。皆さんももしよく他人と自分を比べて落ち込んでしまったり、もしくはああいう人は嫌い、あの人はこうに違いない、こういう人は、ダメな人だというふうに他人をジャッジして人の幸せを素直に喜べない自分に気づいたら、ぜひ一回立ち止まって他人ではなく自分がどんなことで幸せを感じるのか、自分がどんな好みを持っているのかを重視してみて、そしてぜひ自分の価値観を、他人に押し付けないようにしてみてください。自分が一つ一つの瞬間にいかに、居心地がいいかを意識するだけで人生がずっと楽になると思います。そして他人をジャッジしなくなることでより多くの人が居心地よく過ごせるようになったらいいなと思っています。では最後まで聞いてくれてありがとうございました。次回のエピソードでお会いしましょう。